こんばんは。3月7日金曜日12時のコマリンライブ開始します。よろしくお願いします。本日のモールドは、じゃじゃーん。光ってよく見えないかな？見えるかな？ね、タイトルにあります通り、技法出すぎと SNS で話題のボッコボコボコスカのモールド、こちらをやっていきたいと思います。こちらはね、私がクリエイターをしているクロッチショップの今月のレジン買うとついてくるおまけなんですが、定期便を取るとついてくるおまけなのですが、私ずっと定期便で全部できてないんだよね、ここ数ヶ月。どっかでやろうって思ったまま忘れがちで、カードだけ集めてるもんで満足して全然できてない。去年と、先月とその前の分もここにあるねんけど、とりあえず今月の分がすごい話題になってるのでやりたいと思ってる。手袋見せるの忘れてた。ほら、今日はね、蝶々のモールドですね、こちらは。でただの蝶々じゃなくて、見ての通り、ボコスカのボッコボコのボコスカなんだけど、でも作った人たちが結構 SNS にみんな載せてて、気泡やばいってみんな書いてるんだよね。作った方全員が漏れなく気泡やばいって書いてる。それはやっぱ作るしかないよね、気泡許さない作家として。こんばんはっていっぱい来てくれてた。ありがとうございます。今日は気泡との戦いになるのではないでしょうかと。でもね、完成した感じすごい可愛いと思ってか、今日、このおまけのラメがさ、なぜかケースから漏れてるっていうか、漏れてるんじゃなくて、そもそもラメを入れてる現場にラメが散ってたんじゃないかって思う。外側についてた感あるな。で、結構袋の中に入ってたから、全部キラキラしてるって思いながらテープでペッタンペッタンしてるねんけど、さっきから。これは使わないかな。もうこのキラキラいっぱいついてるから捨てよう、これ。キラキラに侵略されちゃう。私の机が。さっき12時って言ってたらしいで。斜めだ、モールドが。四角じゃないんだ。珍しいね、なんだか。今20時でございますのでね。こんばんは。今日はあれだろうな。グルコサミン多いだろうな。もうね、10投稿以上見たけど、全員気泡やばいって書いてたね。で、やってみるしかないよね。で、やろうと思うんだよね。いろんな作り方があって、カラーレジンを最初に流す方法もあるんだけど、私は今回、もうクリアレジンを9割ぐらいまで流して残りカラーにしたいんだよね。この作り方すると、表から見た時に角度を変えると色変わるみたいな、そんな状態になるんでね、後ろの方に塗ることで。そんな方法で今日はやろうかなって思っとるねんけど、まあ最初に、だからクリアレジン流すかなって思うと思うんだけど、もうそこから始まるよね、気泡対策が。なんでそれを説明していきたいと思うんで、ラメ多いなぁ。初コメさんが来てくれたかな？ありがとうございます。初コメですって言ってる。今からレジン作るから、よかったら見てってね。ありがとうございます。そしてこんばんはって書いてくれてる方もありがとうございます。ホビーショー大成功できることを祈ってますって。ね、励ましのコメントもありがとうございました。昨日珍しくゲリラライブをして、結構今どんな感じかを語ってたりしてたんですが、とにかく成功させてくるので、ね、見守っててくださいね、遠方の方も。これさ、今から、こうなって、レジンをビャーンって流すねんけど、もうそこから始まるんだよね、気泡の戦いが。でさ、紙に書くと多分分かりやすいと思うから、書いていいかな？なぜこのモールドにめちゃくちゃ気泡ができるかを。まずね、このモールドをハサミで真ん中でスパーンと切ります。切って横から見たときに、こういう感じになるねん。こんな感じやと思うねん。多分横からスパーンって切ったら。わかる？こうなってると思うねんな。いきなりなんか始まったで。ここに、レジンを流すわけなんだけど、
レジンって粘土があるんだよね。水じゃなくて粘土あるから、まあ、ザーって流すと、こうなるわけ。わかるとか言って。こう流れるわけ、レジン。ここ全部空気の隙間ね、この色違いにしよう。こういう隙間全部開くんだよね。粘土があるから入らないわけ、隙間まで。こういう風にできるわけ、隙間が。これ全部気泡になるんだよね。で、それと同じ原理で、よくプラ板をレジンで表面持った人、これプラ板ね。これレジン表面で盛ると、まあ、ここにプツプツビャーってできるんだけど、プラ板レジンやったことある人はおるかもしんない。こうなる原因がプラ板ってよーく見ると、表面全部こうなってるんだよね。指でなぞってもわかんないんだけど、プラ板って、なんか謎の板が縮んで、バーってガタガタになってるんだよね、表面が目に見えないだけで。で、そこにレジンを盛るもんで、硬化中にここの空気たちが全部こう出てくるもんで、プツプツになるわけ。なんだけど、それと同じ原理でね、だいたい気泡できるときってそんな感じ。お誕生日の方も言ってた？初コメでお誕生日だったらしい。おめでとうございます。お誕生日。昔から見てました。ちなみに、明日誕生日なのでコメントしましただって。8月7日、めちゃくちゃ今日数字系が。3月8日、誕生日、おめでとうございます。イエーイ。昔から見てくれててありがとうございます。楽しい1年になりますように。とにかくね、段差、レジンの流すものの表面とか段差にこういうものがあると、レジンはすごいね、力説してたのに止められたねんけど、YouTube。もしかしてうるさいっていうことかな。YouTube に早速止められちゃった。治ったね。早いやつだね。一瞬切れてすぐ治るやつだ。力説うるさいって言われた YouTube に。レジンを一気にバーって流すと、こういっちゃうから、もうちょろっとだけね、流して、こう薄く塗るんだよね、薄く。でそうすると、ここにいる気泡たちが、ここまですぐ逃げれるわけ。こんだけ流しちゃうと、ここまで来るのに、この辺に溜まったりするねんけど、薄く塗っとくとすぐ表面に来れるもんで、薄塗り効果もしくは薄塗りした後にもう一気に流すか。なんか二通りになるねんけど、ものによって。薄塗りはするといいんだよね、とにかく。なんで、薄塗りするよ。それが言いたくて、力説してみた。薄塗りからやっていこうと思いますので、どんな感じか見てってください。治ったね。3月4日に、おいっ子生まれました。だって。すごい、めでたい。おいっ子ちゃん、おめでとうございます。私、誕生日の方の名前言い忘れてるね。今気づいたけど。お誕生日を祝わなきゃいけないのに。ひろみんさん、お誕生日、明日お誕生日、おめでとうございます。そして、戻ってきまして、ピエール猫が好きさんのおいっ子ちゃんもお誕生日って言えばいいんかな。ね、誕生おめでとう、ガチ誕生日。うちの夫は今日誕生日ですだって。トムさんの旦那様もおめでとうございます。しかもコマリンライブも見てくれてるらしい。今年も楽しいこといっぱいのお誕生日になりますように。楽しいこといっぱいの1年になりますように。今日早速、全然言えてないけど、いっか。なんで、まずやることはね、一気に流しちゃダメなんだよね。9割をクリアレジンで作ろうとは思っとるねんけど、一気にいっちゃダメだと思う。だからもう、それを私はカノン法って呼んどるねんけど、とりあえず、どうしようかな。少なめに流そうとは思うけど、少なめに流しても相当すごいと思うよ、このモール。まずこんだけ流してみた。ちょびっと。黒がいいんじゃない？今日背景。いや、違うかな？見えるかな？ちなみに今日、つぶつぶ恐怖症の方ごめんね。もうすでにキモいと思うけど。つぶつぶ恐怖症をさ、和らげる何かを置いときたいね。そう、カノン法。つぶつぶ苦手な方、こっちで弱クマ見といてね。弱クマの方が癒されると思うから。弱クマ今日いる。でもなぁ。
まあ、すでに基本がすんごい出てるの見えるんじゃないかなって思う。今少なめに流した状態で、こんな感じで。すんごいいるでしょ？でも少なめに流してたら、上まで持ってこなくていいんで、気泡。このレジン液がないところに気泡を移動してもらうと勝手に弾けるんで、とりあえずこの状態で取れるところから取っていきたいよね。確かにねえ、そうだよね。でもこれね、出来上がった作品相当綺麗なんだよね。気泡がいっぱいできちゃったって言いつつもアップした皆さんの作品がどれも可愛かったから、モールド自体の力が相当強いんじゃないかなって思う。勝手に可愛く仕上がる系モールドではあるなって思う。で、背面をグラデにしちゃった日なんか、ねえ、そんな日にはいろんな角度から見たらめっちゃ綺麗なんちゃうんって予想しとるねんけど。頑張ってね、まず今ちょっと流したところにすでに大量に気泡ができてるから、それをレジンがないところに移動してるって感じ。逃げろみんな、気泡逃げて潰せみたいな。追いやれ、この世から気泡を追いやれみたいな、そんな勢いで、とにかくほじほじ。で、ちなみにこのほじるときはね、ほじる場所の大きさに合わせてアイテムを選びたくて、今回朝食棒の先がちょうどいいんじゃないかなって思う。ほじおより。ほじおだとちょっと太さが足りないんじゃないかなって思う。でも、にしてもいっぱいあるね。そう、ちょっと流しただけでこんなにあるからね、一気に流したら相当やばいことになるんじゃないかなって思う。こんばんはって来てくれる方もありがとう。おとつい誕生日でした。2回目の28歳です。ほぼバレてる。水曜日リアタイできなかったので、今日自己主張してみました。だって。じゃあ、ピノさん、おめでとうございます。おとついということは、3月5日、お誕生日。今年も楽しい1年になりますように。ね、とにかく誕生日の方はね、楽しいことがいっぱいで、そして健康であってほしいよね。私の今年の目標は健康。ずっと元気でいれるように気をつけましょうね。明日、孫の卒園式です。バーバー美容室でカットして白髪染め。準備万端です。だって。もうそんな時期か。やばいね。私、正月が頑張って正月を乗り越え、そしてちょっと経ったなって思ってる気持ちやったけど、もう正月から3ヶ月ぐらい経ってるって思うとやばいね。わー。もしかして卒園式とか卒業式がね、もう身近にお子さんとか、お孫さんとか、おいっ子めいっ子ちゃんが卒業の方も結構いるんじゃないかと予想。この時期はいろいろイベントがあるから慌ただしくなりそうだね。マリコさんの投稿でインフルエンザで学級閉鎖なってるっていう投稿も見たねんけど、まだ流行っとるとこもあるかな。この時期になるの相当きついんじゃないかって思うけどね。学校側も。大事なイベントのためにみんなで準備とかしなきゃいけない時期なのに。まだ流行ってるんだね。お嬢ちゃんのお誕生日。すごい、今日もお誕生日の方がたくさんいてる。娘が誕生日ということでね、もう一個モデレーターのトーニャーさんの娘ちゃん、お誕生日おめでとうございます。明日か。明日お誕生日かな。お祝いをしなきゃね。ケーキ買うんかな。私も、おまりっこさんが誕生日だからお祝いしようって言ってケーキ買おうかな。ねえ、楽しい一年になりますように。そう、今日は誕生日多いって思うやろ。これ、毎回すごいたくさんいるよね。最近見てくれる方が本当にたくさんいてありがたいことに。そのおかげでね、誕生日の方も毎回たくさんいることになってる。ありがとうございます。でも、稀に見逃しちゃってて本当に申し訳ないなって思ってる。ガチでゆっくり言われたい方ね、終盤にコメントするのがおすすめ。最初の10分で9割ぐらいの方が教えてくれるんで、ちょっとそんな豆知識もお伝えしつつ、ね、頑張って撮ったけど、まだすごいあるんだけど、
もしかして私がめったに使わないエンボスヒーターとか出てきちゃうかもしんないね。ちなみにこのなぞりをして、最終的には最強放置に頼ることになると思う。細かすぎてこの辺とか取れてないやつ、そのあたり最強放置で取ることになると思うから、最強放置するために上の方に浮かすためのなぞりって感じかな、今やってることは。とにかくね、気泡ってモールドにくっついてるもんで、一回触らないと取れないんだよね、そこから剥がれるっていうか。剥がさないと浮かないんだよね。永遠にここから。なんで、完全に取り除けなくてもいいから、くっついてるモールドから剥がすというイメージかな。それを今やってるよね。なんか今ね、だいたい触ったと思うんだけど、まだ細かいのいっぱいいるよねって感じ。に、その状態で、まあ、ある程度取れたなって思うんで、次、ちょっと足したいんだよね。ちょっとだけ足すと、今までレジンついてなかった場所からまた出てくるよ、気泡が。なんで、もう一回、なぞる。分割して気泡を取るって感じ。分割。とにかく気泡と戦うよ。ねえ、流れが早くて追いつかずってありがとね。お祝いしてくださる方も。なんとなく流れていこう、自分も。怖いこと言うけど、今月終わったら、今年4分の1過ぎるってことですよって言ってる。めっちゃ怖い。4分の1終わったらしい。終わるらしい。怖いよ。ホラーより怖いよ。お化けより怖いよ。推し活仲間が娘さんの結婚式にレジン作品を作ってるので、コマリンレジン宣伝しましたって言ってくれてる。ありがとうございます。嬉しい。でも私、初心者の方がパッてチャンネル開いた時に何を見ればいいかわからないチャンネルになっちゃってるなって今思ってて、もっと基本をまとめた動画とかいい加減出したいよね。基本シリーズとか。出したいとかなんかやりたいってこといっぱいありすぎて何もできてないっていう。いっぱい出てきた。もう、許せないよ、この人たちも。この辺ね、新たにレジン液がついたとこ、すごいな、これ。すごいね。とにかくね、この上に浮かした気泡を、ここで壊さなくて大丈夫。それは後で最強放置がやってくれるから。とにかく一回剥がしたい。その感じで言ってもらうといいんじゃないかなって思っとるねんけど、まだ私このモールド初めて作るから、それで本当にいけるのかなってちょっと不安ではあるよね。一気に取ろうとすると心折れてもこのモールドええやってなると思うから分割してるって感じだよね。分割しながらちょっとずつやっていく。これアクションゲームとかで一気に敵バーって出てきたら無理ゲーじゃん。3、4匹が5分おきに出てくるとかやったらまだいけそうな気するやろ。その感じ。でやっていくって感じかな。これいけたんじゃないかな。ちなみにこれ頑張って最強放置とか含めても1時間ぐらいで完成するんちゃうかなって思ってるからね。そしたら他のやつ、定期便に手をつけようかなって思ってる。今ね、そこからは剥がせたかな、全部。ここがダメだね。っていう状態、これ。で、また足すんだよね、ここから。こんばんは。たくさんの方が来てくれてありがとうございます。祖母様、お誕生日？あ、そっか。今は亡き祖母の誕生日だったのです。生きてれば110歳の年でした。だって。そっかー。きっとお空からね、見守ってくれてる。やっぱそうやってさ、誕生日思い出してもらえるのが嬉しいよね、きっとね。私が死んだらそうやと思う。今年も思い出してもらえてるって。だからやっぱ墓参りとか大事って言うもんね。お墓参り行くのとか。忘れないのが大事だよね。はるみさんのおばあちゃんおめでとうございます。フライング誕生日もお祝いし、これはあれかな？結構早いんかな？みんなのコメントから見て。私も流れについてけずに、憶測で呼んでるねんけど。ね、また近くなったら教えてくださいね。んで、残りも行こっか。すごいね、これは。
ちなみに、どうしよう、これさ、1個目、今頑張って、気泡対策しながら作ってるじゃん。対策しなかった場合どうなるか、後で流してみようか。モールドから作品取り出した後に、何にも対策せずに作ろうとしたらこうなるよっていうの。ただ、つぶつぶ恐怖症の方にさらなる恐怖を植え付けるだけで終わるかもしんないね、ワンちゃん。その時は、こっちの余白間を見といてもらってね。またレジンを足しまして、この辺も出てくるね、しっかり。壁際の方まであるんだね、ゴツゴツが。すごいね。これは大変だ。今3回目のレジン流ししたんだけど、すごい端っこまでできるね。そりゃ大変だ。こんな感じでね、頑張って少しずつ敵を倒してるっていう状態。で、とりあえず、モールドから触って剥がしてさえ置けば、レジン足すと上がってくるんで、この人たち。ただすぐには上がってこなくて、最強放置しないと無理なんで、時間を置くことになるかな。下の方にいる気泡、エンボスヒーターでも取れないからね。熱届かないから。なんで、やっぱ最強放置になるんじゃないかなって思う。ちなみに、いつもの制作やったらもっと拡大するけど、一応考慮しとるねん。ちっちゃめの画面で。でもこれね、相当仕上がったやつ可愛く見えたからね、綺麗な作品になるんじゃないかなって思う。ちゃんと花形にボコボコしてくれてるのも嬉しいよね。でもしかしてなんだけど、ちょっとこのモールドトレンドになってきてるんかなって思う。最近見かけるからいろんなところで。こういう表面にデザインを施してあるモールド。もしかして今後ちょっと流行るっていうか、結構出てくるのかもしれない。その度にみんな苦労するんだと思う。ここにあった、ここに全然見えてないやつが。やばそんなんや。へこんでる。もはやもう、気泡を閉じ込める洞窟みたいんがある、ここに。すごいな。これは相当、どんだけ気をつけても気づけないよ、この洞窟レベルのやつ。そうか？違うか、これは。洞窟型モールドだね、これ。今気づけたからよかったけど、ここに洞窟がある。ここはないかな？らしいよね。いけた。そして、この辺も洞窟ある。でかな。これ一回ね、次足そうと思ってる。どういうことになってるけど。一回休まないとね、やっぱ戦いは疲れるからな。こんばんはって。耳だけで参加してくれる方もありがとう。今日はね、戦ってるだけだから、耳だけで聞いてもらっても大丈夫だと思う。ずっと同じ画面だと思うのでね。作業の方も頑張ってください。最近こまりさんの動画見てると、4歳の長女が、こまりさんって呼んでます。だって嬉しい。ありがとう。こまりこキッズにゆるこまが人気ですごい嬉しい。よくイラストとか SNS アップしてくれてる方がいてね。そういうのも嬉しいなーって思う。ははは。すでにこまりさんの癒しボイスに睡魔が襲ってきてる。だって。ねえ、じゃあもう、入眠用にしてもろてね。明日またお仕事の方とかイベントの方もいるだろうから、入眠用にしてくださいね。ありがとうございます。でも一回ね、そこ全部ほじったつもりなんで、こっからレジン足していくんだけど、細かいやつがいっぱいいるものの、そこに貼り付いてるのはいないんじゃないかなって思う。ちょっといるな。今、9割、流しすぎたんじゃない？まあ、いっか。今ね、9.5 割ぐらいまで液流したねんけど、で、そうなるともうそこにいた子たちは浮いてきてるから、あんまり、思わせてまだちょっと残ってるな。でも全部ではないよね。何もせずに最初からこの量流したらもう大変なことになってると思う、そこ。ちょっとずつやっつけといたおかげでね、細かい人たちが浮いてるみたいな状態になってるよね。で、この状態で最強放置したいんだよね。
ほっとくと、今、この中間地点にいるやつとかも全部上に登ってきて、気泡が表面にね、浮いてきて、しかも細かいやつらが集まるもんで、今ね、目に見えてない気泡もたくさんいる状態なんだけど、画面に映ってない。そいつらも全部集まって、ちょっとデカめの気泡になってくれるんで、だからやっぱ最強放置は最強なんだよね。なので、このまま置いときたいと思う、しばらく。置いとく時間はね、10分でいけると思うけどな、このぐらいやったら。私ね、自分の作品、販売する作品を置いとくときは1時間とか置くねんけど、今日はライブなんで最低限って考えると10分で結構集まるんじゃないかなって思う。なんで、これを置いとく間に、色を作ろうと思うので、こっちに置くと、やっぱ見えないね。黒が上じゃないとダメだね。色を作る間、ここに置いとくね。端っこに。これがどう変化していくか、後で早送りとかで見てもらうとわかると思う。気泡がこっそり集まってくる様子とかが残るんじゃないか、記録に。なので、ここに置いておきます。置いておきます。んで、にゃーっと読ませていただきますね。ありがとうございます。寝かしつけの前に足跡だけつけに来ましたって方もありがとう。ママさんたち忙しい時間だもんね。出来上がりめちゃくちゃ可愛くて好きですって。そうだよね。こんな感じになるらしいねんけど。花形が仕事してるよね。もう作ってる方、漏れなく全員可愛いのできてたよ。気泡のせいでちょっとボコボコはしてるものの、そんなわからない感じになってたからね。じゃあ読ませていただいてます。すごい。明日イベントでお子様向けにワークショップします。だって。頑張ってね。ごまりっこさん、結構ワークショップとかやられてる方も多いよな。ねえ、準備とか大変だろうなって思うけど、私も今度初挑戦するから頑張ってくる。ということで、色を作ろうかなと思うのですが、装飾パレットさんたちどこ行ったやろ。装飾パレットさんと、皆さんこんばんは。噂の難易度マックスと言われるバラチョウチョウですね。ねえ、難易度マックスってより、正直、やり方さえ分かればね、オイルシェイカーより簡単ちゃうかな。この今3回に分けて気泡を取るみたいな。やることずっと一緒だからね。やり方さえ分かれば難易度自体は、本気はいるか。気泡を取るための。あと、レジン液が低粘度じゃなかったらもっと大変なことになるかもしれないからな。難易度って言っても人によって苦手が違うからちょっと難しいとこではあるよね。色さ、カノンカラーでいこうと思うんだよね。やっぱ幻想的にしたいから。何にしよう。しかも結構でかいモールドだから4色で、しかも濃いめに作りたいかなって感じ。呼ばれてもないのに21代目補充が我慢できずにほじり出したで、端っこで。勝手に。補充チェックが入ってる。誰も呼んでないのに。もう21代目は積極的だな、なかなか。ここに寄ってもらおうか。補充がずっとスタンバってるらしい。カノンカラー4色で、しかも濃いめで作りたいな、濃いめ。またこの濃度が難しいよね。裏面の2ミリぐらいの場所に作るから色を。そんなにたくさんレジンいらないし、濃いめに作りたいけど濃すぎると微妙やし、淡すぎると微妙やし。濃度むずいかもしんない、これ今からやろうとしてるの。こんぐらいでいいかなって思う。我慢できずに補充を勝手に来たで、そこについとれやんけ、気泡みたいな。が、やっぱ、意識持ってるから強いね、朝食棒より。補充様、補充って呼んでくれてる。補充大人気。皆さんこんばんは、ハム太郎ゲットしました。ゲットしました。ハムちゃん作りながら耳ほじります。だって。ハムちゃんもね、結構ゲット報告いただいてるねんけど、気になったのが、取り寄せができないって言われた方が一人見えたねんけど、それは店がちっちゃいでダメって言われたんか、
その店が取り寄せできないだったんか、もう本当に在庫がなくなっちゃったんか、どっちなんだろうって思ってた。ねえ、また情報がある方は教えてください。ハムスターモールド。一人断られてる方がいたけど、もしかして、店自体が断ってるタイプかもしれないか難しい。わかんないね、判別が。結構見つけてる方多いイメージかな、今のところ。そして4個使うんだけど、絶対ピンクは使いたい。ピンクと、緑も気に入ってるから使いたいし、でもやっぱこの4色になっちゃうかも、いつも。いつもと同じ。あと2色全然使ってない。いや、パープルやめてネイビー、ブルーやめてネイビーにするか。いや、ネイビーって紫ちょっと入って、やっぱブルーの方がいいんじゃない？毎回同じ色使っちゃうから早く単品販売してほしいよハムスター取り寄せしましたって方いっぱいいる。大丈夫だ、まだじゃあね。今日取り寄せしてきました。お取り寄せ分届いて今日受け取ってきました。今日お取り寄せしてお願いして OK でしたよ、だって。そっか、お取り寄せはまだできるらしい。取り寄せダメって言われた？それが多分さ、できないんじゃなくて、セリアの方がちっちゃくて、レジンコーナーにそんな置けないからダメやったかもしんないね。そんな気がする。ハムちゃんの他に新しいアニマルモールドないよね、今。立体動物、猫じゃない。クマとハムスターしか今んとこないよね。もっとさ、出してほしいよね。猫、ウサギ。これとこれと、ハムちゃんどこ行っただろう、モールド。閉まっちゃったかな、私。ね。撮影したばっかりでどっかにあるはずやねんけど。これとこれとハムちゃんしか今んとこないよね。もしかして昔に猫出てたとかそんなことないよね。もっと出してほしいね。すごい可愛いから。あとドスコイさせたいし、もっと。やっぱ出すとしたら猫、ウサギ、犬。他に何がいいだろう。もしかしてワンチャンセリアの方見てるかもしれないから出してほしい立体モールドあったら教えてね。そう。そっか。やっぱり断られたとこはそんな大きくなかったか。ね、店側の事情っぽいよね、そうなると。ちょっと濃くしたいからこんぐらい入れてみたけどどうかな。もし濃すぎたら、レジン足して薄めて別の作品に使おう。紫だけすんごい濃度2倍ぐらいやった気がする体感。紫だけ、ダニじゃない。ちょっとでいいんじゃないかな。いつもと違うセリア行ったらハムゲットできましただって。そっか。でも今回はね、仕入れは結構されてるなって思う。やっぱり可愛いからかな。シマエナガとモモンが欲しい。シマエナガは絶対人気出るよね。だってシマエナガ自体が人気だもんね。モモンが絶対可愛いじゃん。モモンガも、っていうかこれ、モモンガっぽくない？ちょっとこんな感じじゃなかったっけ、モモンガって。もっとこの辺がブヨブヨしてる。モモンガってどんな動物やったっけって一回全部忘れていく。そう、セリアね、クマちゃん多め。なぜかクマちゃんが好きで。私もクマちゃん好きだから嬉しくはあるねんけど、他の動物好きな方からしたらもっと出してくれよって感じだよね。キツネもいいね。キツネ好きな人結構多くないか？シマエナガ絶対人気ある。そういう感じのもともと人気なやつで言ったらあれとかどう？名前出てこないや。水族館でさ、シュッて出てきてスポーンって逃げるやつ。メンダコとかシマエナガとか、特殊な生き物で人気なやつっているじゃん。そもそも人気なやつ。シュッて出てポンってさ、逃げてくやつ何だっけな、名前。出てこないや。アヒル絶対可愛いね。今まであったのは豚さんとかカエルさんとかリクエストっていうかね、作ってもらえたら嬉しいよねって話に上がってきたの。なんだっけな、結構いろいろあったよね。猫もいいけど犬さん出してほしい。そうやねんな。ワンちゃんモチーフはさ、やっぱり形が品種
編集によって違うから難しいのもあるかもしれないね。猫と一緒で、簡単っていうか、でも猫も、綺麗と違う種類の子おるねんけど、だいたい猫ちゃんは耳ピーンとしててね、同じ感じやけど、ワンちゃんがね、いろんな形あるもんね。ウーパールーパーも、私の友達が飼っててね、顔可愛かったね、キュルンってしてて。初コメしますって。あ、こんばんは。ありがとうございます。いつもアーカイブなのでなかなかコメできませんでした。私も3月5日、おとついかな。セリアでハムちゃんゲットしました。売り場でなくて店員さんに聞いたら調べてくださって。あ、奥から出てきたやつかな。たまにセリアって仕入れたものを並べずにしばらく、店員さんが忙しいんだろうね。しばらく奥にしまってるパターンあるねんけど、そのパターンやったかな、もしかしてね。よかったね。勇気を出して店員さんに聞いてよかったよね。しかも初コメもありがとうございます。イエーイ。嬉しい嬉しい。チンアナゴ、それのこと言いたかってん。そんなん、もしかしてブーム終わったか？私古いこと言ってる？あれ人気やなかった一時期。そんなんも出したら好きな方多いんじゃないのかなと思ったけど。でも、モールドにするには特殊すぎるよね、形が。パグ欲しいですって。そうだよね、パグちゃんの特有のシルエットあるから作れそうだよな、作ろうと思えば。ペンギン、猫欲しい。ペンギンも可愛い気がする。赤ちゃんペンギンとかの。頭身少なめのペンギンちゃんにしたら絶対可愛いよね。ウミウシとかクラゲも欲しいなって。ウミウシ、過去の配信でね、一回すごい話題になって、深く語ったことがあるねんけど、ウミウシ好きな方多かったよね、確か。海辺にいる変わった柄の塊みたいな、塊じゃない、色混ぜちゃった大丈夫かな。変わった塊みたいなやつやねん、ウミウシ。私もその回の時に、ライブ中に、Google 検索して初めて知ったねんけど、好きな方めっちゃ多かったんだよね、確か。どんな形やったっけ？で、馬の実？あ、その絵文字でわかった。熱帯魚みたいなやつだ。色分けとかして謎のしましまとか作れちゃいそうだね。さっきからね、濃度を何気に調整しとるねん、ちょっとずつ。濃いめに作りたいからね、今日。ちょんと。思い出したらいそうだよね、作ってほしいやつ。シュナーザーは確か、黒ッチャ社長がめっちゃ好きなやつだ。合ってるんじゃなかったっけな。やっぱ猫は出すべきだよね。猫好きちゃんめっちゃ多いから。梅牛モールドいいって言ってる。柄が可愛いんだよね、確か。いろんな色があって。なんか、そういうのこそレジに向いてる気がするなぁ。パグ欲しいです。パグ好き仲間いてたで。貝殻が退化した貝。そうなんや。貝なのあれ。初めての衝撃貝だったのウミウシって。どうやったんや。ピンクもっと濃くするか迷ってる。いや、まだいけるか、これぐらいで。いいか、これで。立派な犬モールドが欲しいです。ね、もっと出すべきだよね。多分、レジン界にあるモールドって一番多いモチーフがクマなんだよね。その次が猫かな？そしてウサギかなって思うねんけど、そこにワンちゃんが入るべきだよね。ただやっぱさっき話したみたいに、シルエットが統一されてないからそのせいだと思う。もうちょっといけるね、紫。ほら、色で生きてきたし、これどうなってるこれ。浮いてるね、だいぶ。浮いてきてるで、気泡も。入れすぎたんじゃないの？これでね、色を作ってる間にいい感じに抜けてきてるんじゃないかなって思う。で、この色たちも最強放置した方がいいもんで、
でっかいモールドを固めてる間にいい感じに放置されるんじゃないかなと予想。ラメを入れるか迷ってる。入れた方がいいか。いや、入れずに行ってみようかな。濃度これでいけるんじゃないかなって思う。夜空カラーのおしゃんの4色が完成しました。で、これはちょっと置いときまして、さっきの集まってるかチェックしてみようか。よっと。誰かがずっとスタンプをしてくれてる。ありがとう。社長、シュナウザ好きなんですかって、そうそう。確か好きって言ってた。でね、それで思い出したねんけど、今月末から私、クロッチャとコラボライブをすることになったんで、またお知らせしますね。コラボライブ、YouTube コラボライブね。インスタじゃなくて。なんかクロッチャがライブを力入れようと試みてるらしい。社長ライブが好評やったで。でも、チャット欄にいたの、8、9割ぐらいこまりっこさんだったよね。なんかさ、それで好評やって嬉しかったって言っとって、いろいろやってみようと思ってるらしくて、今月末かな末かな確か。コラボライブをする予定があるんで、またお知らせしますね。私、ズバズバ言うよ、社長に。さあ、こんな感じでできましたね。で、細かい気泡浮いてきたんで、これ取りたいねんけど、ここでやっとこさ、シリコンブラシ登場するねん。自分の中で気泡を取るときに一番取れるのはやっぱシリコンブラシかなって思う。だから頑張ってすくってこっか。ラブラドールのシルエット。かわいいだろうな。足短いワンちゃんだよね。で、無理やりビーグル作ったことならありますよ。ね、いろいろ工夫して作るしかないよね、ワンちゃんの形。こんばんはって来てくれる方もありがとう。コラボを見に来てね。ありがとう。やるらしいでね。もう、ビシバシ行くよ、私は。そういう感じのライブになると思うんで。一応、コラボの時私基本顔出しするようにしてるんでね。今まで過去にクルッチャ以外にもコラボしたことあるねんけど。全部ではないけど、基本、レジンを見せるようなライブじゃない時は顔出ししてるんで、多分顔出しで出るんじゃないかなって思う。頑張って撮ってる。細かくなって浮いて集まってるから簡単に取れていくよ、こうやって。吸い上げるだけでパンって弾けて。だいぶ取れたんじゃないこれで。でさ、もう極めつけに、この前いただいたライトを下から当てたらもう、ほぼいけるんじゃないって思う。ライト当てようと思う。ほぼ取れたぞ。ほんまか？本当なのかな？疑心暗鬼。この辺頑張っても割れない。強い気泡になっちゃってる。この辺にいる奴ら。こうやってやっても割れんやつおるねん。そういう時はもうすくってここに捨てる。気泡を。割れない気泡たちは。6年。なんで強くなったんかわからんけど、割れない気泡っているんだよね。こいつらはもうこんなことやっても意味ないんで、ここに捨てる。はい、さよならって感じで。これでいけるんじゃないかなと。ここにもできてる。この辺にね、強気泡たちいるね。まだ放置してもいいぐらいだね。そんぐらいやばかったんだね、このモールド。ここにはみ出してる。一回光下から当てちゃおうと思うんだけど、光を当てるところが、光を当ててしまうとライブしてる方に何も見えんくなるんで、なんか遠くで、隣の席でなんかやってるな風に見していいかな、この辺で勝手にやって。見えないんだよね、光がバーって光るせいで。隣の席でこの人頑張っとるわ風の画角で見せるね。ワークショップで隣に困りおると思ってね。コラボライブについていろいろ書いてくれてる。木曜の夜だと思う。違った。火曜日の夜だと思う。私のライブには被らないようにやってくれるらしいで。で、前に入れてくるかなって書いてるよ。それもう注意したからね。
スマホの画面見たさに前に出てきすぎてアップになってるんで、もう一個スマホ用意してくださいってもう言った。だから大丈夫だと思う。はい。やっぱり見えないみんなから。でも、すごい。生きてる気泡群以外はほぼ取れてるなぁ。ここにいるなぁ。ちなみにこのライトに似たものをね、紹介したライブの後すごい探してくれてる方もたくさんいた。私のやつは、こまりっこさんにオフ会でいただいた、電池のタイプなんだよね。コードじゃない。単4電池4本やっけを入れるタイプやねんけど、どうやら、コードタイプがダイソーに売ってるらしい。550円だったっけ330円やっけどっちか忘れちった。ダイソーにとりあえずコードタイプがあるらしく、私がいただいたスパイスなんとかってやつが売り切れらしい。売り切れになってるらしい、今。私が紹介する前に売り切れたのか、紹介した後に売り切れたのかは不明。という報告をいただいてますね、今のところ。わー、だいぶ取れたけど、まだすごいなぁ。まあ、問題ないかな。いや、ここの生きてる群がやばいな、ほんま。もうちょっと置きたくはあるねんけど、この生きてる群潰したいんで、一回エンボスヒーターかけるかな、珍しく。右上に集まってる生きてる奴ら倒したいんで、珍しくエンボス登場しますよ。うわ、眩しいって言ってた。そう、目が、気をつけて。注意したからで声出ました、だって。やばいよね。もう、ドアップすぎてね。ちょっとうるさいね、ゴーゴー。で、終わった後説明するね。死んだピホたち、やられとるで、エンボスヒーターに。さすがにね、熱には勝てなかった。説明したね。顔がドアップなのは、その顔がダメだからとか変だからとかいう意味じゃなく、どんなイケメンでもドアップで映られるとね、長時間。みんな夢の中に出ちゃうから、そういう意味で、ドアップずっと映すのはダメなんですって、ちゃんと説明しといた。顔がどうとかじゃなくね、画面いっぱいに人の顔面がずっと映り続けたら夢に出るでしょっていう話。それも説明しといたから大丈夫だと思う。結構できた。これでさ、硬化しちゃおうかな。色入れる前に硬化したいんだよね、一回。縁についてるやつとかも取っとくか。んで、何で取るんやっけ？目ヘラコどこ行ったやろ？いた。この辺についてるやつはピコンピコンと取っておきまして、やっとこさ硬化したいと思います。でも、最初から説明したり雑談挟んだりもあるけど、40分ぐらいかかってるからやっぱ大変だね、これ。ね。で、この中に、しまったなんかいる。ダメ。君たち、まだ出てきちゃダメだよ。一回しまいまして、ね。これ、はい。硬化しとこう。で、この後に頑張って色を入れたいと思います。弱くどこ行った？いた。その時はこうやって待機しとってもらおう。キャラクターズいつ帰ってくるんだろう。魔法工房みたい。光でなんか作ってるみたい。ちょっと、レジンじゃない何かをやってるように見えてたかもしれないね。なんで、光で、やられたって言ってる。カメラ引きで見た感じだとモールド自体とても小さい。でかい結構。このね、後で手のひら見せるね。この子ぐらいとか言ってそれの大きさがわからんっていうの。この子ぐらいの大きさと同じだと思う、蝶々。結構でかい。あれで小さかったらやばいよね。相当。夢に出る。そう、でもそうやって説明するのが一番わかりやすいかなって思って。実際チャット欄にはね、近いとか結構いろんな方がコメント書いとってんけど、あの日社長見えてなかったらしいからバグでチャットが。
ちゃんと優しく伝えといてよ、傷つかないように。だから大丈夫だと思うんでね、それも楽しみにしていてください。相当イケメンだったらいけるよ、ドアップ。相当、2次元ぐらい顔整ってる。で、ちゃんと肌もすごい綺麗だったりしたら。だったら、長時間ドアップでもいいかも。とか言っちゃってね。最近よく金縛りになります。お化けは見ません。そういう怖い感じではないのですが。私実は中学校の時に金縛りしょっちゅう当てたんだよね。実際しょっちゅう当てた人間から言うと、あれはね、幽霊現象ではなく、体が先に寝ちゃってるんだよね。私その時代、テニス部で毎日、早朝から晩までずっとテニスしとったねんけど、それもあったと思うねんけど、体が先に寝てる感じやった。ただ本当に心霊現象の金縛りも存在するかもしれんからわからんねんけど、私がなってたやつは体の疲労が先に来て、精神より先に寝たなって。中学校の時からそう思ってた。金縛りって体の疲労先に来てるな、これって。どうなんだろう。金縛りやったことある方いるかな、他に。本当のガチの心霊現象もあるかもしんないよ。で、ワンちゃん、ごめんね、私が幽霊を信じない派だからなんだけど、金縛りしてる時に心霊現象に会う方は、なんか脳が先入観を持ってるんじゃないかなってワンちゃん思っとるねんけど、それは私が幽霊を見たことがないからだけかもしんないからね、実際会ったことある方に聞く方がいいかもしんない。次回の配信どう変化してるか楽しみって、そのコラボライブの時社長がもうライブ始まる前から私にめちゃくちゃもうグッズが口出しされた状態で始まるからどんな感じか見てみてね、社長。いつもヒーター使うか迷うって。そうでしょ？出すのめんどくさいよね。コード挿したり、引っ張ってきたり。それで私もなかなか使わないんだよね。やっぱりトレースライトとかもそうやけど、コード挿すとかがめんどくさいよね、まず。じゃーん。今こんな感じになりまして、パッと見ないんじゃないかな、気泡。ちっちゃいのはあるね、こうやって透かすと。でも表面に浮かび上がってるから。ここに色流すからそんなわかんないんじゃないかなって思う。レジンの中自体にはない気がするな。表面に上がったのがプツプツにはなってるけど。多分いけたんじゃないかなって思う。脳が慣れてないってやつ。そんな感じだったね。しょっちゅうなってた身としては。でも違う種類もあるかもしんないからな。皆さんこんばんは。自律神経やられてると金縛り状態になりますよ。だって。そっかー。なんか、でも絶対原因はあるよね。私科学的に考える人だから、なんかあるんだろうなって思う。寝てる時に胸の上に猫が乗ってて金縛りにあったことがあります。ね、圧迫感から金縛りが起きたんかな、それね。寝てる時に胸の上に乗ってる猫ちゃんかわいい。結構怖いの苦手な方もいる。いつぞやの夏に心霊会やったよね、コマリンレジン。怖い話何個かやるみたいな。あれ、いつやったっけ？やめようってなってんけ、怖くなってきて。いやー、怖い。夢の中で追いかけられて目が覚めたのに体が動かず、待てという声だけは聞こえていて、めちゃ怖かったことがありました。ねえ、でもすごいそれ、高校生の時でも覚えてるよね、そういう。すんごい印象的だった夢って。妊娠中よく金縛りになってましたね。そっか、それももしかして圧迫の何かがあったかもしんないよなぁ。でも本当にでもね、お化け見える人おったねん。過去のライブで聞いたとき。あと、私の母が見えるもんで、どうする？怖くなってくるで。もう怖いの話すって言ってる方もいる。私のお母さんが結構見てるもんで、私全く見たことないんだけど。本当に見える方はいるんだよね。怖くなっちゃうからやめとこうかとか言って暴れ出す。結構怖い話題を持ってる方もいるらしい。またそういう回っていう決めた回にやろっか。夏とかにやりたいね。みんなで夏にアイスクリームとか用意してもろて、毛布にくるまってもろて、
そういう感じで始めたいよね。あ、これもうザーって言っちゃっていいと思う。あ、裏にグラデを作るよ。綺麗な。まあ、いつもの安定の2箇所ぐらいでしようかなって思う。2箇所に分散させる謎バランスぐらいで。お手手で見えないかも。ごめんね。謎バランスぐらいでいこうかな。ちょんちょん。そして、毎日心霊チャンネル見てるやって。私一時期ハマったな、心霊チャンネル見まくる時期あったな。怖い話楽しいって思って。一時期さ、心霊スポットに行く YouTuber とか結構おったやんな。今はどうなんやろ。今はそんないないか？一時期おった気がするねんけど。で、これもうブツブツキモくないから拡大してもいいよね。そして青色さんを流しまして、これがくっついちゃう。危ない。紫の行き場なくなったな。4色なんて珍しいことするから紫の行き場失ってる。紫でも色濃いからちょい足しでいいよな。3色足しまして、怖い話するって決めたライブでやろうか。苦手な人も多いだろうからね。で、夏にやるから楽しみにしててね、じゃあ。怖いの好きな人はね。でも私、怖くない。人間の方が怖いよ。本当に。悪意を持った人間の方がよほど怖いなっていう人生を送ってきたから。って思ってる。意味深。これね、頑張ってぼかしてね、可愛くしようと思う。紫さんはこの辺から緑さんが強いんで紫でなんとかしてもろて、で、筆でトントコぼかしてみよっか。すごい、なんだか芸術みたいになってる。そうかよね。トントンぼかしていきたいと思いますよ。よっと。しまった。あんまりモールド触らない方がいいんだよな。こうやって下に落ちちゃうから色が。てか、モールドから外してから塗ってもよかったな、今思ったけど、また。まあ、いいか。とりあえず頑張ってぼかそうと思います。どうぞ。そう、それもおすすめしてもらって見たな。一時期見てた。どうぞっていうチャンネルのやつ。昼間なら大丈夫。確かに今夜だからダメなんか。怖い話泣いちゃう？ごめん。ちょっと可愛いって思っちゃった。ごめん。ねえ、泣いちゃうからダメやって。じゃあまたその回は、もう心霊会って告知してやるね。夏あたりに。夏はそんなに、名古屋オフしか今んとこないから忙しくないかな。いや、今の案件がもしでかくなってたら、夏も忙しい予感がする。でもやりたいよね。やってみたいっていうか。ぼかしてきた。ピンク弱いな。もっといるな。ここのピンク消えちゃった。ぼかしてるうちに。ピンク足さなきゃ。なんか芸術的じゃない芸術的じゃないとか言って、すごいアホっぽい言い方だけど芸術らしい。このピンクが消えちゃったからね、足したい。ラメも入れるか迷ったけど、入れずに行ってみるけど、入れてもよかったかもしれないな、ラメ。いや、入れた方が可愛いんかな。今から入れてもいいかな。いや、なしの方がいいんじゃないか。なしで作ってみようか、とりあえず。すごい、芸術的。これで行ってみようと思う。ちなみにね、そんなにここ頑張らなくてもいいんだよね。グラデとか、ぼかしとか。表から見たらほぼわかんなくなっちゃうからね。これが下に落ちてるな、レジン液。急いで固めた方がいいかもしんない。ここも怪しいぞ、ここも。この回はあれか。できやすい系か。よし。ねえ、これね。ちょっと、ここだけもうちょっとぼかして。放課しようかなと思っておりますよ。そして、全然チャットが読めてないけど、すごいチャットをいただいてるので、それを読みたいし、お菓子も食べたいかも、ちょっと。金曜日だけど、お腹空いてるから。はい。じゃあ、これで硬化してね、モールド外すのめっちゃ楽しみじゃないこれ。じゃあ、行きましょう。ちょっとこれだけ。はい。おー。これ、逃げて、お色たち。
お嬢さんたち逃げてもろて、今後悔してますので、この後取り外すのをお楽しみに。で、机を整頓しつつと、心霊好きな方が結構いてて、おすすめチャンネル教えてくれてる。夜中のトイレ怖いよね。あ、今もホラーチャンネルは人気なんや。若い頃ガチの心霊スポット巡りしてましたってすごい。でもたまに若い人でやってる人いるよね、そういうの。怖そうだな、それは。本物の夏に本当のそういうスポット行くのは。苦手やないけど、それは怖そうって思う。仕事で疲れた時によく足がつりますって。ねえ、そういうのもあるんかな、やっぱ。疲労とか。今、バッチコリ固めておりますよ。人間怖いよ。結構今までなんかね、そういう人でやってる。おやつタイムのおやつは、じゃーん。可愛い猫ちゃんが登場。これはね、もうごめん、今日ずっと食べててなくなっちゃうから、最後に出そう。一応、なんか今画面がビーってなったね。何？なんでこうなる？真ん中に線出てない？怖いとか言って。なんでこの画面だとダメなんだろう。このね、チョコちゃんたちがもう残わずになってきたので、今日一日中食べてて、これをいただきたいと思いますよ。人間の方が怖いって、そうやろ？多分そういう、もうわけなんかよりずっと悪意のひどい人間に出会ったことある方はわかるよね。夜だけど食べちゃえ。あ、都市伝説も好きだなぁ。こんばんは。うちの奥さん熱出してゼリーとか買いに行ってきましただって。大丈夫かな？そういう時にゼリー買ってきてもらえるのめっちゃありがたいね。なんか元気になりますように。じゃん。チョコいただきますね。なんかシャクシャクが入ってる中にシャクシャクのサクが。美味しい。私も足つるって言ってる。足つるとびっくりするよね。こんばんは、2倍速の女。落ち着きましたって、ありがとう。私も一コア系や心霊系ハマっちゃってます。ね、そう、一コア系のチャンネルもあるよね。兄ちゃんまとめみたいな。ああいうのも一時期ハマってたな。近所のママ友がやばいみたいな。そういうのも、全部盗んでくママ友。盗み癖のあるママ友みたいな。そういうのの、2ちゃんのまとめみたいな動画一時期見てたな。好きな企画ここでしてもいいな。前々回最後で前回前半やった気するから。ポチ！このお菓子を食べながら企画を始めさせていただきますね。でもさ、昔に比べてさ、テレビ番組って心霊系減ったよね。昔はよく心霊写真とかババーンっていうテレビあったのになって思う。今もう心霊スマホになっちゃって加工も簡単になっちゃったから、心霊写真とか簡単に作れちゃって信憑性なくなったからさ、そういう番組なくなったんかなって思ってる。周り夏にやってると子供たちが怯えながらもすごいワクワクしながら見てるんだよね。昔もっとあったよなって思う。ということで、今企画が始まりましたのでね、ぜひご応募ください。じゃーん。ここ最近特に感じるよね。一番怖いのは生きてる人間って。そうやねん。こんな仲良くしてたのにそんなことやるみたいな人おるねん、たまに。たまにって今まで人生で一人ぐらい、二人ぐらいしかおらんけど、何おるよな、そういう方がね。今
今日投稿してたイチゴ可愛すぎましたって言ってくれてる。やっと解禁されたから投稿できた。今日から販売やったで、クロちゃんのイチゴ。ねえ、ありがとうございます。我慢できずさ、前々回のライブでみんなに見しちゃったんだよね、イチゴ。これ可愛いと思うけど、いくらなんやろうって思ってた。2枚で450円やったで。大変だ、そんなもの失敗できないよねって思ったから私、コツ動画みたいの出しとくね。こっちが実は失敗してるんだよね。あんまり見せるとバレちゃうから見せんとこ。失敗がバレる。タイマー OK。ありがとうございます。今ぜひご応募くださいね。多分今作ってる蝶々さんが届くんじゃないかなって思う。イエーイ。夏休みのあなたの知らない世界とか知ってるってなんやろ？昔やってたやつかな？見たら思い出しそう。昔、そういうの好きでよく見てた。あ、歳がバレるやつって言ってる。夏休みのあなたの知らない世界を知ってたら歳バレるらしいで。本当は好きです。本当にあった怖い話だね、きっとね。これはよく見てた気がするよね。私がちっちゃい頃はね、学校の階段とかさ、映画化されてて見に行ってたんだよね。面白くて。よし。はは、信じるか信じないかはあなた次第って。あれじゃんね、なんだっけ。お化けじゃなくてさ、名前が出てこない。一時期面白いなって思ってた。じゃーん。これ、ペポッと開けてみましょうか。オーバー&グッドボタン完了ってありがとうございます。嬉しい。ということで、これを出してみますよ。今こんな感じになってる。かのんちゃんのラメがいい仕事してキラキラしてる。はい、行きます。表こんなことになってる。ふんわり見えてるよ。どうなるだろう。弱熊が見守る中。行きまーす。わ、すんごい。なんか、マットなんだ。ツルツルの出てくると思ったらマット系なんだ、これ。このモールド。でもコーティングつきやすそうだな、この素材だったら。なんかすごい。ちょっと配信だと謎コントラストで変な色にされちゃう。こんな感じ。これが一番実物に近いかな、この角度で見てもらうと。ね、すごい。お花畑みたいな、蝶々のお花畑みたいに幻想的な子ができてる。すごいね。ゴージャス。わあ、パラダイスキッスみたいって懐かしい。蝶々のモチーフで青紫っぽい感じだったもんね、パラキス。すごいね。これ頑張ってさ、コーティングしてこうと思うんだよね。あと、キーホルダーのチャームとかもつけたいし。コーティング側面と表面一緒でいいんじゃないか？すごいなぁ。ちょっと芸術的だよ、だいぶ。横から見るとこんなこと。多分角度を変えていただくことでね、色味の変化が楽しめるのではないでしょうか。こんなものができております。ギャラクシーだね。綺麗って言ってもらえてる。で、つぶつぶ恐怖の方、この状態やったらギリワンチャンセーフかな？花っぽいじゃんね。ダメかな？恐怖度合いによるか。とりあえず、やってみるね。アナスイっぽい。確かに。懐かしいアナスイ。憧れたな、昔。ということで、ここからは、頑張ってヒートンつけて、コーティングもしていこうと思うんだよね、これ。なので、まず穴を、立てれるんや。穴を開けましょうね。お花いっぱい。まずは、特に研磨とかも必要ないんじゃないか。ここに謎の気泡できてるな。これは、ここに溝がいったんだね。これは直したいかも。この角もか。できやすいね、この2つ。この角。ちょっと修正するかな、クリアレジンで。他は全然大丈夫そう。割りもないからばあちゃんも呼ばないかも。ばあちゃん今日はゆっくりしてもらってね。じゃあまず穴を開けてみますね。時々ブツブツしてるらしい。みんな大丈夫かな？私の昨日のゲリラライブも結構プツプツしてたね、声が。アーカイブで見たら。これ、
パワーある方でやるからうるさいから一回切るね。よし、穴が開いて、このためだけにジェルクリーナー使うのめんどくさいな。アジサイにも見える。確かに、何の花やろう。何の花やろうな。ようわからんな。あ、この辺アジサイっぽくはあるけど、これはよくわかんないよね。立ってた、まっすぐ。クララが立ったみたいな感じで立った。この蝶々。ふわふわー。これで払えば十分でしょう。で、角のとこに、ちょっと柿ができてるんで、そこだけレジン足したいかも。あ、ハムが粉の被害に遭ってる。ごめんごめん。はい。で、ヒートンを刺す前に、ヒートン刺してからいいかな。ねえ、アナスイって流行ったよね。今も好きな人多いんじゃないかなって思うけど、バーっていう流行が自分らが中高、年代によって違うよね。私が中高生の時に流行った。こんばんは、怖がりなのに、都市伝説心霊系 YouTube 大好きですって。あ、そうなんや、怖がりやけど見ちゃうって感じか。YouTube 規制が強くなってきたので、YouTube とかテレビとか、規制が強くなって心霊番組減ったんや。どんな規制やろ？怖がらせちゃいけませんみたいな規制かな？時々プツプツしてる？やっぱ最近 YouTube ちょっと調子悪くて切ないね。プツプツすると気になるから。まずフォジコで穴に、裏もめっちゃ可愛いんだけど、裏も。すんごいプツプツが、ほら、気泡たちが頑張って浮いてきたプツプツ跡がある。違うか、これカラー剤が最強放置足りずにできたプツプツだね。後で持ったらわからんくなると思う、ここに関しては。裏面ももりもり盛るつもりなんでね。で、入れれるか、ヒートン。指で。入れれるかな？指先で持てば蝶々に引っかからず入れれるかな？入れれるね。でもさ、コーティングの時に、すごいじゃん。ヒートンのところにつきそう。奥まで押し込まずに、一回塞がったら後で無理やりこじ開ければ。ここにつきそうだよね、コーティング剤。間に集まって。そうなったら後でこじ開けよう、またドリルで。応募完了しましたって教えてくれる方もありがとうございます。応募してってね。今作ってるやつが今日は届きます。そう、厚みあるよ、だいぶ。こんな感じ。そう。小森さん、そのペタペタテープ、ビーって落とせず取り出してるけど、どういう収納方法なんでしょうか？めっちゃうるさいじゃん、これなんだけど、ビーって音。なんで、配信前に10個ぐらいちぎって、全部貼ってる、机の横に。めっちゃうるさいんだよね、これ、ビーって音。実は、ちゃんと仕込んでた。だからこの状態で壁にいっぱい貼ってあるねん。今、この配信してる。横の机に。10個ぐらい、いつも配信前にちぎって貼ってるって感じ。うるさいよね、これ。夜中の作業してる時とか子供を起こしそうで心配になっちゃうもん。直したいかも。こんばんはって来てくれる方もありがとうございます。お疲れ様です。端っこにボコスカ。ここね、ちょっと埋めておこう、これを。それいいんじゃない？表面張力でそれっぽくなりそうだからね。で、ちょいちょいとやりまして、固まる。光当たっちゃってるから手でガードしとこう。グルコサミンが流れてくる。大変。そんな、みんなが大変な時に終わっちゃった企画が。ほんとや。受信してる動画が少ないって言われてるで。どういうことやねん。私のパソコンもフリーズしちゃった。どうしよう。
やばいやばい。フリーズしてる私のパソコンが。マウスカーソルが指の形のまんまで止まってる。治るかな強制されないといいな、強制終了。待って、私のパソコン最近どうしたんやろう。でもね、みんなが見てないうちに、いや、見とるかもしれんけど、私のパソコンは止まってる。そのうちに、これも埋めておこう。動けるか動けるかどうだどうだ端っこも埋めたい。あ、こんな謎の気泡が。多分大丈夫。これでね、ボコスカは埋めれたはず。なんだけど、パソコンが動くの待ってる、今私は。動いてない。動いてない。パソコン止まってる。どうしよう。一回スマホで開こう。こういう時に便利だよね。私のコメントがなんか止まっちゃってる。私のパソコンが止まってるというか。コマリンライブが配信中じゃなくなっとる。なんでやろう。終わったもしかして。この配信。いや、終わってないよね。私のスマホが遅いだけか。治ってる？大丈夫かな？グルコサミンのままやけど、私の画面。みんな聞こえてますよって言ってた。よかった見えててよかった終わったかと思って焦った。2個に分かれるとめんどくさいからね。ありがとうございます。なんとかなっていたようで。いやね、頑張ってこれを、今のうちに、ちょっと待って。なったよね。で、プレゼント企画終了するんだった。そこでフリーズしてたんだ、パソコンが。ちょっとだけ長いプレゼント企画になったかもしれない。これで終了はできたかな。待ってるやつを、ここまで持ってきて、いけた。大丈夫だ。よし。ね、見れてますってよかった。ありがとうございます。ということで、忘れないように、プレゼント企画のね、抽選を今からしたいと思いますよ。今からプロコートでつるっとさせるつもりですが、パラダイスキスっぽいやつがキーホルダーになって届きますのでね。そっか。企画も無事消えてたんだ。よかった。ということで、ただいまご応募してくださった人数は、わあ、すごい嬉しい !416 人だってめちゃくちゃ多い。ありがとう、応募してくださった方。この蝶々ちゃんが認められた感じで嬉しいの。努力が認められた感じで。ということで、今からね、皆さんの名前がランダムに並んでますので、Google フォームそうなるのでね。その中からもう目つぶってゴーって選ばせていただきますね。当選者さんは、じゃじゃん。ご応募ナンバー56番、カタカナで、チエルさんが当選となりました。チエルさん他におるかな？一応、メアドがね、ナルで始まってる方です。416人嬉しい。おめでとうございます。もうね、ただいま速攻のメールを送らせていただきますので、少々お待ちください。ねえ、びっくりしたね。400人も応募してくださって嬉しいなぁ。そして、おめでとうございますって言ってくれる方もありがとう。シエルっていう名前使ってる方結構多い気がするから、一応メアドの方もチャット欄に、全部じゃないよ。頭の何文字かだけ個人情報が特定できない程度に載せてますので。そして今メールをボーンと送りましたのでご確認ください。おめでとうございます。カタカナで期待しちゃった。だよね、そこでまず分かれるよね。ひらがなで、カタカナで、漢字で、英語で。
そこでまず分岐があるからね。ありがとうございます。ということで、これをね、バチコリ仕上げていきたいと思います。非表示にできないのかな？ずっとグルコサミンだけど、私の。いいか。ということで、続きも作っていきます。あ、当たったって言ってる。おめでとうございます。バチコリ仕上げるから楽しみにしててね。ここからはね、表と裏をコーティングしたいんだよね。でコーティングするときにおすすめなのが、今別のものくっついとるねんけど、ペットボトルのキャップにカエルテープをつける。最近つけたやつだから、これカエルじゃなくてもう一個強い方をつけちゃったからちょっと強いな。カエルテープこういう感じでつけてもらって、これペポってするのがおすすめかも。そうするとさ、浮いてるから、つかないんだよね、レジンがペットボトルに。ね、そういう感じでやってるコーティングは。ということで、一気にザーッとコーティングしたいんだけど、今回ボコスカじゃん、表面。筆でいきたいね。フロッキーチップじゃなくて。細かい場所にも入れたいから。筆でいくんじゃないかなと予想。メール来ましたって。よかったー。おめでとうございます。そして、お祝いね、してくれる優しい方もありがとうございます。じゃあ、これを頑張ってツルピカにしていこうと思う。側面表面一気塗りでいいと思う。ただ、ここが一番デンジャーだから、ここだけ塗らない。最後に塗ろう、ここ。固める直前に塗ろう。ここだけ液超絶溜まりやすいと思うんで。ここ以外を塗ろうと思う。とりあえず。あ、これ、コーティングついたらめっちゃ綺麗になるタイプだと見たり。コーティングするときに、私最近思うねんけど、全部どかした方がいいね。他のものにピントいっちゃうから、ピントになりそうなものをすべてどかす一回。ほんで塗ったらもうこれにしかピントが合わせようないと思うんだよね。でもハムも危ないんじゃないか？そうしたら、これも邪魔なんじゃね？そしたらさすがにこれにしか合わないんじゃないかなって。最近やっと学んだよ。ライブ2年目にしてやっと学んだで。それで塗ろうと思う。そうそう、細かいやつ、フロッキーチップだとね、多分この溝まで塗れないと思うんで、そういう時は筆になるよね。普段、シェイカーの側面だけとか塗るときはね、フロッキーチップ安定なんだけど。頑張ってまず側面を塗り塗りします。いや、表面からの方がいいんかな。ここも溜まりそうだな。側面後が良かったかな。いや、表面、塗っとこっか、とりあえずどっからでもいいから。そうそう、模様ぼんやりしないのかなって言ってる。多分筆で塗る量に気をつければ大丈夫だと思うけど、ほんとやったら、ツルツルに仕上がるモードだったら触りたくないとこだったよね、この細かい模様は。でもマットコート、マット仕上がりだから。マット仕上がりだからね、液の量少なくても結構つくんで、ちゃんとコーティング剤が。多分大丈夫だと思う。今側面塗り終わったねんけど、こっから表面いくねんけどな。多分これが相当綺麗だと思う。見てほしい。ほらとか言って。塗った場所だけ、すごい一気に鮮明になると思う。その様子を見てほしいねんけど、伝わるかな？半分だけ塗るとかしてみよっか。半分だけ。ザクザクザク。もうね、筆の先をぶっ刺す。そういう感じ。今。そういう気持ちで塗ってる。おい、ピント頑張ってくれ。ここ大事やで。ピント。一気に雰囲気変わるマット仕上がりだったから。色がパキッと出ると思う。表面に塗ると。綺麗になるんじゃないかな。宝石のようになっているのではないか。こんなことになるよね。ピカピカになってる。わーって言ってくれてる。私昨夜は表のお花のコーティング諦めて寝ましただって。途中で終わるよね、レジンってね。なかなか私も途中で終わってるやつ今いっぱいある。すべてを排除する。そうそう、すべてを排除するね。確かにこっちもすりガラスみたいでいいと思うしね。この雰囲気も好きな人多そうだなって思った。
の隙間とか塗り残しないように気をつけつつ、でもこれ塗り残してもワンチャンそんなわかんないよね、このモールド。今日も、まあ、こんなことになってる。ガラスみたいね。めっちゃ綺麗。アップにしてみるとめっちゃ綺麗らしい。指でこうやって見てくれてるんかな。ギャラクシーだね、ギャラクシー。一気に宝石感出たよ。じゃあもうこっちも行っちゃおうか。ね、こんな感じで筆で刺す。ビシビシ、ビシバシ、ビシバシ。塗っていく。もう表面の鼻のボコスカ？これがすごい芸術的だよね。こういうの好きな人、芸術っぽい作品好きな方も多いからね。SNS でバズったりするのはこっちの芸術性が高いやつだったりする。X とかだと。これで一通り塗った気がしとんねんけど、で、一回側面に戻らないと、液がずっと下に重力で、側面が下に垂れ続けてると思うんで、一回側面に戻りたいじゃん、このぐらいで一回。戻りまして、まだここ塗らなくていいや。側面をもう一回だけざっと塗って、そんなにでも垂れてきてないな。また表面塗り残してないかチェックする工程に戻り、うわ、めっちゃ綺麗。横とかから見るとすんごい、伝わるかな配信で。横から見るとすんごい綺麗。伝わらないかもしれない。謎の黒色っぽい色が出ちゃうな。インスタ載せるか、さすがに。相当一眼映えすると思う、これ。エルミニアさんの、富士ちゃんか。富士ちゃんの写真も相当綺麗だからな。うわー。すごいすごい。あ、ここ濡れてない気する。もう濡れとるか濡れてないかもよくわからんし、濡れてなくてもワンチャンバレんと思う。そんぐらい、すごいと思う。すごいと思う。語彙力がない。で、これでもう最後に、ここに集まるゾーン、デンジャーゾーンのところに塗って固めよっか。はい。なんじゃないかな、これで。はい。で、ぐるっと見まして、大丈夫そう。ほんとに大丈夫かな。よし。じゃあ、いってー固めますー。そうそう。すりガラス風だったのが、透明になるから、色がパキッと出るよね。もうでも結構マットタイプも好きやった人もたくさんいるから、どっちでもいけそうだね。おー、めっちゃアップしたけど綺麗やった？ほんまに？あ、つぶつぶ恐怖症やけど大丈夫やってよかったー。ワンチャンいけるんだね。だって丸の集合じゃないもんね。花の集合だもんね。もう指でこうやると綺麗らしい。また金曜日だった？おはこんばんはですって。いらっしゃい。アメリカ何曜日なんやろ？ありがとう。金曜日でした。じゃあ、パンパカパーンって感じ。そう、当選できなかった人で、もし作家の定期便持ってる方はね、作ってみてね。頑張って分割したらいける。気泡。もう家事しながらやろう。料理してるときに、そう、リビングとかに置いといて、ちょっと流して気泡取って、料理しに戻って、で、炒め物して、で、戻ってきて、また気泡取って、煮物して、炒めてきた、ちゃった。で、気泡取って、もうめちゃくちゃになってきた。気泡取って、またリビング戻って、サラダ作ってみたいな。そういう感じでやっていける。これからの季節、桜とか菜の花とか、いいよね。春っぽい色で作っても可愛いかもしんない。あ、ちなみにこれに何も考えず流したらどうなるかやってみようか。すごいことになると思う。それだけ見せよう。あ、ここ。今、頑張ってね、最初の方から対策をして作りましたが、何にも考えずに、こう流したらどうなっちゃうのって、ちょっとそれ見せたいと思う、さすがに。レジン液もったいないから後で回収するね、どっか朝食パレットかなんかに。
ほらもう。ちょっと、すっご。ほらもう、何これ。これこそダメかも、つぶつぶ恐怖の皆様が。なんかカメラが拒否ってピント合わんくなる。これこそ、ちょっとやばいね。ほら、こんなことになっちゃうから、何も対策しないと。気をつけて作る方は。なんかもう半分ぐらい基本になっちゃったよ。ってことよね。もったいないから戻そう。きつ業者ごめん。もったいないんで、レジン液はこちらに入れて、別のことで使います。なんか、やばい。もういいや。これ固めてペリってやっとこう。ダメ、こんなの。あかんで。こんな基本。ってことで、多分、でもな、もうちょっと固めときたいかも。これ、もうちょっと固めるね。つぶつぶすごいって言ってる。ねえ、怖いよね。だから何にも考えてやると絶望すると思う、ああいう風になって。なんでね、もしやられる方は、今後こういうボコスカモールドやられる方は、ちょっとずつ流してちょっとずつ気泡を取るを心がけてみてね。そしたら多分大丈夫だと思う。ああいうモールド。多分今後ちょっと結構出そうだなって思うんでね。こんなのダメって言ってる、そうそう。気泡パーリーが始まっちゃってたね。多分そうなると思う。何も考えないと。で、こっからね、やることは最後に背面になりたいんだよね。ただ、どこかに固定しんときついな。やばい。強い。トカゲテープやっけ。強いな、これ。微妙に後残っちゃったトカゲテープ強すぎて。レジンで隠せるか。違うか。コーティング液がこっから垂れてたんか、裏面に。まあでもこれもレジン持ったら見えんくなるから大丈夫だね。これはね、裏面は塗りたいと思う、今から。なんかね、多分白の上に置くのがいいかな。拡大するとすごい綺麗に見えるらしいよ。これ。なんか置く場所による気がする。モールドの上だと綺麗に見えた気がするさ。ねえ、こういう風に置くといいんかな。良さが伝わる気がする。許さないというか許せない。そうだよね。んで、何だっけな。続きをやろう。昨日、こまりさんのゲリラライブで、モールドに嬉しいお言葉、皆さんありがとうございましたって言ってくれてる。ね、昨日のゲリラライブでね、ワークショップで使う、こまりんレジンオリジナルモールドを見せとってんけど、これ作ってくれたのモデレーターの宮野氏なんでね、ありがとうございました。マネもね、ぷっくりカバンも私が変なイラストを提出したら作ってもらえて、ありがとうございました。バチコリワークショップで使わせていただこうと思いますよ。初見ですってコメントしてくれてる。ありがとうございます。初見嬉しい。レジンでいろいろ作ってるチャンネルなんで、よかったら見ていってくださいね。すごいなんかこれはこれですごくないか？今ボコスカになったやつ取り外したねんけど、めっちゃおしゃれな薄い何かができたけど、気泡だらけだね。でもなんかすごいよ、これ。何これ。すごいものを生み出してしまった。怪獣みたいな。すごくないこれ。謎のものを生み出してしまった。すごそうだな。こういう何かを作りたい人いいかもしれない。こういう何かってなんだろう。動物が脱皮したやつみたい。んで、今からね、裏を盛りたいんだけど、ここにペポッとしちゃうのが安定かな。ボコスカしてるから。ペポッとしまして、低粘土でいけるんだよな。キッとしてるから。でもここが怪しいから高粘土にしとくか。こことここ怪しそうだね。あとここからさっき液だれしてるし、コーティング剤が。高粘土にしとこう。事故を防ぐために。ということで、高粘土レジンで裏をポッテリしようかなと思います。うわー、美しいちゃうがーって言ってくれてる。あれ、いつの間におったお母さん。やっほー。
お母さんの話ちょっとしてよ、幽霊が見えるってね。皆さんお仕事の後に来てくれる皆さんもお疲れ様です。後ろぷっくりしたいけど、高粘土どこ行っただろう、私の。あ、目の前にあった。じゃあ、これ裏をぽってりしようかなと思います。どうしよう。ない方がいいか、コマリンロゴ。入れてもあんま影響なさそうだから入れようかな、コマリンロゴ。ちょっと待ってね、一回ちょっとだけ薄塗りして、ロゴ乗せて、その上からもっとぽってりしよう。ほほほ、脱皮に笑ってくれてるみんな。でもなんか固定されずに動きまくるからやりにくいかも。まあ、いっか頑張ろっか、気合で。だってこんな表面ボコボコだったらグルコに乗せれないからね。今回 OHP のコマリタグをつけようと思うんで、まず薄塗りしておきます。これバリかな？違うかな？まず全体に薄塗りします。ここ怪しい！待って、ここ怪しいな。これ。タミヤチェックを入れよう、タミヤチェック。ここ怪しい。液垂れたんじゃないか？ここ大丈夫かな？怪しいね。変かな、タミヤで。ペットボトルの裏に垂れてきて、なんか鳴ってたっぽい。でもごまかせそうな気はするから、ワンちゃん、このまま行こうか。どこ行ったかな？久しぶりのコマリンタグ。あった。幽霊も UFO も見えますよって言ってるで、私のお母さん。UFO どこで見たの気になる。でも私もピアノの帰りに一回だけそれっぽいの見たんだよな、中学校の時に。幽霊はね、見たことないからね、なんかわかんないんだけど、UFO はまあ、追ってもおかしくはないよなと思うねんけど。これとちょっと狭いな。違う場所にしよう。どうやろう。この辺かな？いや、違うな。どうしよう。この辺に入れよう、この辺。でもな、ピンクのとかで表に多分影響がいくから、こっちの濃い色のとこに入れよう。ここに入れる。コマリタグ。で、あとはぷっくり盛ろうと思う、表面を。幽霊がさ、怖い。ね、さっき幽霊の話題になった時怖いって言ってた皆様はさ、UFO はどう思う？怖い？それとも、大丈夫？びっくりマークでワークショップのモールドについてめっちゃ言ってくれてる。どうなんだろうね。私ワークショップのモールドってよりね、ワークショップに説明書をつけるねんけど、冊子を。この冊子があまりにもすごい上手にできたもんで、出したい気持ちがあって結構。もしかしてネット販売で数量限定とかで出すかもしんない。モールドとセットで。冊子がマジですごいいい感じにできた24ページのちっちゃい本。やっぱね、もうすぐ今月多分もう一冊本出すお知らせすると思うねんけど、会社挟まない方が楽しいね、本書くの。見放題書けるから、自社出版みたいな。自分で書いちゃった方がめっちゃ楽しいね。自分の説明文に知っとるわいとか言ってツッコミ書いとったね。この冊子がすごい出来がいいもんで、正直もっといろんな人に見てもらいたい気持ちあるから、でもそんな余裕は今ないから、ホビー賞終わったらまた考えるね。で、ぬり、ぷっくりぬりをしていきましょう。UFO も怖い？連れ去られるから怖いって確かに連れ去られる系の話よくあるよね。創作かもしんないんだけど。でもアメリカで本当に連れ去られたかもみたいなさ、リアルっぽい話とかもあるもんね、たまに。お化け怖い民は結構 UFO も怖い感じなんや。とにかくそういう得体の知れないものが怖いって感じだよね。未確認生物というか。そういうことか。
こんぐらいでいいかな、レジン量。この辺に怪しい気泡がある気がするから取り除きまして、これをね、固めて、さっき桜チャームついてた気がするから、それでキーホルダーにバチコリしようかなと思いますよ。これ、ちょっと一瞬だけ表向けていいかな。タグはどんぐらい影響するか気になる。大丈夫だ。大丈夫だね。タグの、この文字が表に映ってたら微妙やなって思ったけど、全く見えんかったで大丈夫そう。じゃあ、これで硬化したいと思います。あれ ?1 個1時間ぐらいでできるとか言ってたのにね、2時間使うじゃん。そう、24ページ対策やし、私がホビーショーのために作った画像たちを全部後ろに載せてみたもん。自分も記録として欲しいから。そのページたちも結構可愛くできてね、もういいものができてしまったって思ってるから、もしかして、ホビーショーのほとぼりが冷めた頃に急に数量限定で出すかもしんない。そっか、同人誌とかってそういう感じだよね、きっと。自分で編集とかして、で、どっかの業者に頼んだりして、作るのが同人誌だもんね。今月多分お知らせするよ。レジン本も一冊書かせてもらったからね。お知らせするだろうけど、なんか窮屈だったな、どっちのお仕事も。合ってないんだろうな、性格に。普通のものと同じもの出したくないっていう性格だからさ。他の人と同じことやりたくないとか、そういう系のめんどくさい性格だから、向いてないと思う、テンプレートがある本とか。自分でやるといいと思う、今度から。もうちょっとしっかり固めよう。あともう仕上げ固めだよー。いろいろやらせてもらうようになって自分の向き不向き分かってきたよね。クリエイターの仕事もめっちゃわがまま言えるからクロッチャで成立してるんだろうなって思う。そういうのもいろいろ経験してやっと分かってきた。ありがたみを感じてきたよね。やっぱいろいろ見ないと分かんないね。コマリン同人誌とか言って反応してる。自分で作った本は同人誌って言うんじゃんね、きっと。だったらコマリン同人誌で合ってるよね。次に出る本はね、全国の図書館に置かれるんだよね。子供向けだから。それもちょっと楽しみ。でもいつ出るんやっけなって感じやけど、今月やと思うんで、またお知らせしますね。UFO かわからないけど、地球外生命体信じてます。エイリアンクラフトも地球外生命体ってことかな。まあ、追ってもおかしくはないよなって思う、それはね。だって私たちもさ、なんやっけ、微生物でしょ、もともとどうせ、私たちとか。そっから始まってるじゃんね。宇宙に微生物生まれて、そっから人型っていうか、大きいもんになってってもおかしくないもんね。で、固めましたので、ここからキーホルダー加工したいと思います。こんな感じに従いました。なんか下に置くとなぜか汚くなっちゃう。こっちの方が実物に近いよ、色。こんな状態で、やっぱりお花のチャームかなって思う、合わせるの。数量限定ではなくてって言ってくれてる。でもさ、モールドがさ、ミラノン氏の手作りだからね、一個一個。これ、なんか、付属の丸カンついてるけど、どうせサージカルステンレスじゃないと思うから使わない、私は。ぽいとか言って。サージカルステンレスのつけてくれてたらどうしよう。で、花つけよ、花のチャーム。合いそう。でも蝶々の形がさ、キーホルダーの真ん中がくぼんでるから、花チャームつけると蝶々と喧嘩するんじゃないかって思うねんけど、ちょっとつけてみようか、とりあえずね、一回。冊子だけ販売はありか、もしかして。冊子だけ販売。モールドが多分、一つずつレジン作るみたいに作ってもらうもんだから、もし500個販売とかなったら無理やろうけど、冊子だけやったらワンチャンね、印刷業者に頼むだけやで。量産はいけるよね。モールドセットが数量限定で冊子は無限とか、そんなんはいけるかもしれない。
あ、一瞬睡魔で飛びましたって。ねえ、お疲れ様です。金曜日だから疲れてる方もきっと多いよね。みんなゆっくり休んでね、私も明日いちごのリール取るだけだから、ぼーっと過ごそうと思う。子供たちと旦那はどっか出かけるみたいだし。私寒いから出かけたくないし、病気になりたくないから、今いろいろ流行ってるからね。ああいうのを避けたくて引きこもりに徹してるから今。リール取ろうと思う明日。今日はもうワークショップ用の景品を頑張って作ってる。24個。で、わー。どうしよう。だってさ、だよね。ここにチャームつけたらさ、お花が蝶々と喧嘩しちゃうじゃん。ぶつかって、バーンって。どうしようかな。本だけでも、モールドも欲しいけど、本だけでも OK って言ってくれてる。そっか。冊子はじゃあちょっと考えてみるね。本当に出来が良かったから我ながら。もったいないなって思ってる。24冊限定にするの。こういう花つけたいねんけどさ。いや。これさ。待って。キーホルダー外して、キーホルダー花蝶々ってしたらめっちゃ可愛いんじゃない？今、ポンって置いてちょっと思ったねんけど。そんなことないかな。この花のチャームどこで買ったか忘れちゃった。多分、個人事業主専用サイトだった気がする。だから貼れないけど、まあよくあるチャームだよね、花のチャーム。花のチャームを、間に挟んで最後にキーホルダーみたいな。めっちゃ可愛いんじゃないかって今、ふと思ったのでした。誕生日大変だ。1日1回4セットずつ作ってくれたらしい、モールド。ありがとね。もうモールドしかできないじゃんね、その期間。ありがとう。お、誕生日さん。今日誕生日で、小森さんと同い年になりました。なんで私の誕生日知ってるのよ。名前呼んで欲しくて転生してきましただって。じゃあ呼ばせていただきます。ゆうこさん、お誕生日、今日おめでとう。しかも私と同い年、これからもよろしくね。なんで年知ってんだ。ねおめでとうございます。なんか美味しいもん食べよう。ローストビーフとか。ライブ、私のライブね、聞いてると、稀に、本当の年齢に合わせる発言出てくるねんけど、言うても過去のライブで2、3回かなって思うねん。知ってる方すごいね。私の本当の年を。なんし、コマリンレジンで検索すると第一候補年齢だからね。知ってる方はすごいよ。ほんで、何やっけな。これね、花を間につけると可愛いって思っちゃったんだけど、でもつけようとしたら丸カン2個ないと、1人が。ちょっと待ってよ、やりたいことはね、チェーンにした方がいい気がする。いやー、ややこしくなるか丸カンにしといた方がいいか。パーツアクセサリーをやるときの考え方になるな。あと3ミリ距離を稼ぎたいから丸カンつけるかみたいな。考え方で、ちょっと花と蝶々の位置を調整したい。で、ここにもう1個つけとくか、強度のために。5ミリ丸カン2個通したじゃん。ここにさらに5ミリをいっぱい使うぞ、これ多分。私がやろうとしていることは。前に年いってましたからだって。じゃあ、レアな回見てるんだよ、きっと。たまにしか教えてないもん。基本永遠の24歳で通ろうとしとるらしい。5ミリ丸カン2個つけた上にもう一回5ミリ通し、もう一回5ミリ通して、そこの丸カンに花つけたら多分バランス、距離感いいんじゃないかと予想。小まりさんのやっとこ道具、どこで買ったんですか？これね、クロッチャで売っとったねんけど、もう終了しちゃったんだよね、販売。今違うやつ売ってる気がする。そうかなぁ。ここに花。でももうちょっと距離いるなぁ。ってなると、チェーンつけた方がいいかなぁ。すごい音した。チェーン通しちゃった方がいいかな、もっと距離入れで。
いや、でも無理やり丸カンで作るか。もう一個距離欲しいねん。もう一個距離が欲しい。ね、お誕生日を一緒に祝ってくれてる方もありがとう。娘がコマリンさんの声聞きながら寝そうでスピーカー持ってベッドインしました。秒で入眠しましただって。すごい。もしかして私寝かしつけできた？金曜日だからね、テンション高くて寝ないお子さんがたくさんいる中、まさかのコマリン寝かしつけ大成功？やったー！役に立てて嬉しいね。どうしよう。太めのチェーンの方がよく感じてきた。こんだけ丸カンつけるなら。あるっけ今チェーン。なんかなかったっけな。これとか違うか。ちょっと待ってね。これの金があったらよかったのに。あるこっちにしよう、こっち。ちょっと。丸カンつけすぎ、この丸カン高いからね。チェーンに変えよう。そんなこんなしてるうちに、あっという間に2時間経っちまった。私24歳って言ったらしい、自分のこと。サバ読んだらしい。24歳とか言ってるらしい、私自分のこと。いや、ついにサバ読みってか、今日数字間違えすぎだよね。Good morning everyone! 最強放置娘ちゃん、今日は大活躍だったよ、最強放置が。おはよう。ね、アメリカは今から学校かな。頑張ってきてね。Have a nice day. 私の年知ってる方結構いてるじゃん。バレてるじゃん。いっぱいライブ見てるとどこかの回で言ってるっぽいよね。でも自分でもどの回かわかんなくなっちゃった。こっから思ったより距離が必要だったんで、丸カン接続じゃなくてチェーン接続することになったねんけど。でもチェーンとの接続も丸カン2個でしたいから、これはめんどくさいことになるぞ。ここにチェーンを通しまして、このチェーンもステンレスだったはず。これは多分パーツワールドさんで買った気がする。で、通します。道具で丸カン傷ついて困ってます。ねえ、そんなあなたは、もう金具全部ステンレスにしちゃうのがおすすめですよ。黒ずまないんでね。100均の金具とかはもう速攻傷つくし黒ずむんで、安いやつとか。ステンレスはサージカルステンレスあと何っけな。10何とかその辺も質がいいみたいだけど、私は使ってないけど、そういうのを勧めてくれる方もたまにいるんで。ちょっと値上げっていうか、いいやつにしちゃった方が、傷つかんし、あと黒ずまないんで、速攻黒ずむんでね、それがいいよね。丸カンがつくこと考えると、この辺かな。カットかな、ここで。これで、開けれるやつのはず。どうやって切れ目。細かくて何もわかんなくなってきちゃった。ここにある切れ目。こうして、で、ここにキーホルダーをつけ、他にお誕生日の方いないかな？いる大変。あれ？さっきゼリー買ってきてもらってなかったっけ？大丈夫かな、体調。今ね、コロコロと見させていただいてます。ありがとうございます。小森さん結構年齢いってるような気がするけど、同世代の方、話題でわかるよね、大体。年近いなって。わかるよね、きっと。ガングロギャルの時代だったとかさ、なんだっけな、ヒステリックグラマー高校生の時流行ってたとか、その辺で大体バレちゃうよね。我が家はペットの鳥が小森さんの声に大反応して賑やかです。だってすごい嬉しい。キッズやペットに反応されるの嬉しいね。メキシコの人がコメントしてくれてる気がする。メキシコの人は初めてかも。
んかなこれ。あれかな妻がお誕生日って言ってくれてたんかなもしかしてね。また教えてね。私、その本人のコメントを探し続けてるけど見つからんから。あ、でもいてるやん。どこやろう。これさ、チャットに検索機能をつけてほしいよね。あ、いける。ダメか。ダメか。Windows の検索機能で、コメントを探したいねんけど、誕生日の方の。見つからんかったけどね。ねえ、みんながお祝いしてるから、ノアのお父さん、おめでとうございます。この前、横浜オフでお会いしたところですが、おめでとうございます。ごめんね、元のコメントが探せれんかった3ページぐらいスクロールしたけど。結婚記念日お誕生日なんかもう、情報がさ、めちゃくちゃになってる。とにかくめでたいということでね、おめでとうございます。あ、違うか、結婚記念日の方も今いてるっていうことか。明日18回目の結婚記念日です。だってすごーい。皆さんに祝ってもらいたくて書き込みしちゃいましたって。ありがとうございます。バチコリお祝いさせてください。で、ノアのお父さんが誕生日で、森さんが結婚記念日。森さん18回目の結婚記念日。おめでとうございます。めでたいね。やっぱ今日めでたいこと多いから、ケーキ買いに行こっか、明日。みんな。いいと思う、めでたいから。何しようと書店系。で、これでちょうど多分、チェーンの個数的に、縦につくよなって。一応、キーホルダーに対して、蝶々のモチーフが正面向くように、計算してチェーンの数もやってるって感じ。説明下手すぎる。ね、チェーンの数を奇数に、1、2、3、4、5。奇数にするとこう向くねん。偶数にするとこうなっちゃうねん。それも考えてつけてるよっていうことが言いたかった。んで、もう、あれから2個にしたいな、強度アップしたいから。で、間に花行きたいんだよね。奇数と偶数じゃなくて、奇数じゃなくて偶数の気がする。間違えてるかも。とにかくまっすぐになればいいよね。んで、この間にさ、こうやって花つけたら可愛いんじゃないって思ったんだけど。いや、もうちょっと短い方がいいかも、チェーンが。つけてみないとわからないね。おっと。あさって最強放置娘の誕生日です。だって、大変だ。今祝っていいんかな。あさってだって、もう、配信ないもんね。3月9日、最強放置娘ちゃん。なんとアメリカのコマリッコキッズの最強放置娘ちゃんお誕生日ということで、おめでとうございます。ハッピーバースデー最強放置娘。呼び捨て伝わるかなこれで。おめでとう。お祝いバチコリしてね。アメリカやでやっぱ日本と祝い方ちゃうんかな。その辺も気になるな。で、私明日誕生日です。序盤でコメントしましたが流されていきましたって。ありがとね。そういう方も教えてほしいね。もう一回。ね、今日祝わんとあかんやつでね。ありがとうございます。もうしつこく5回ぐらいコメントしてほしい。しつこくお待ちしてます。ね、ということで、ニョロさん、明日お誕生日おめでとう。ニョロニョロニョロ。3月8誕生日おめでとうございます。美味しいもん食べよう。マックとかどう？てりたま食べちゃったりして。てりたまみんなが乗せてるから食べたくなってきたねんけど。こんなんで、ね、美味しいもん食べて過ごしてくださいね。いきなり英語話したって言ってる。いやね、アメリカのコマリッコキッズだからね、ちゃんと英語で伝わる。でも、日本語で最強放置のことを最強放置って言っとったもんで、そういうニックネームになったねんな。かわいいよね。立ちつてと、やっぱ外国の方からしたら難しいっぽいからね、日本語の。盛り付けよう。この辺。
この層かな、ここの層かな。名をつける位置。なんかおかしくなった。ここか。またパンとかなりたくないよ。いいんじゃないか。違うか。もう一段上だ。間違えた。もう一段上じゃないとおかしい。バランスが。もう一回付け直しだ。一緒にお祝いしてくれる皆様もありがとうございます。ねんねする方もおやすみ。いい夢見ろよ。あばよ。そして、初コメさんも来てくれたかな。初コメです。こんにちはって言ってくれてる。ありがとうございます。おにぎり食べたくなっちゃった。アイコン見たら。初コメありがとうございます。レジンのとこがね、終わっちゃって加工してるとこなんですが、よかったら見ていってくださいね。今ね、花つけたんだけど、途中でつけ直した時に間違えて、本当はつけたかったとこの2段下につけちゃったっぽいから、もう一回つけ直す。マルカンのちぎれ目が見えない。ここじゃない？もう辛いよ、夜にマルカンのちぎれ目見るの。できた。ここ、2段目。ここにつけよう、ここ。いけたんじゃないか。早く私をこの作業から解放してくれ。マルカンとジューの辛いよね、夜。どうだ？いいじゃん、バランス。ほら、こんな感じになったで。ちょっとだけ珍しく花を挟んでみたりして。こんな感じで完成しました。多分ね、こうなると思う。つけてもらうと、花が前になって。で、一応強度が大事なんで、こことここを缶2個付けで落ちにくいように作っておりますよ。これね、下に置くと一気に色汚く映っちゃうんだよな、なぜか。謎現象。こっちの方が本当の色っぽくなるで。こう置いた方が。で、一回コメントを読ませていただきますね。すごいお祝いラッシュになってて。ね、ありがとうございます。盛り上げてくださって嬉しいね。YouTube はこういうコメントの数とかも一応評価対象、おすすめ対象らしいんで、とっても助かりますよ。ね。日本語&英語伝わってありがとうって言ってるだって。よかった。ね、これからも、Good morning everyone って言いに来てね。ね。思い出の誕生日になりますって言ってる。よかった。進みゆく老眼と戦いながら、今年もレジン頑張ります。ほんまにね、私もこの1年でもう腰痛が本当にひどくなって、なんか終盤に向かってき始めたんだな、みたいななんか思ってるんだけど、抗いながら頑張ろうね。で、この作品は大きい画面で見たくて、ノートパソコン引っ張り出してきましただって。ありがとう。ちょっと拡大してみたら、見えるかな？大丈夫かな？つぶつぶ恐怖さん。この角度。こっちもすごいよ、なかなか。途中で外してみたやつ。ハムも添えとこうか、こんな感じで。ふーちゃんも添えておきつつ。今日のお制作、ここまでかな？子供たちが寝てくれないからね。チャームの位置むずい。ほんまむずいよね。拡大してみたらお花3個もついてるって。そうやねんな。その辺もちょっと豪華に。蝶々さんお花好きやろうからね、たくさんつけてみました。私はモールドから外したままで放置してるから続きしないとって。ね多分、マットなところを、すごい綺麗になったよね、マットなところを。なるほどね。みんな多分こうしてくれてるんだよね。拡大してるって言ってる方。この状態から、こうやって見てくれてるんだよね、きっと。自分のスマホがねえ。そういうことか。ありがとうございます。ちなみにこれ一眼でも撮るんで。てか一眼で撮った方がさ、強いと思う。なんなら今撮るかっていう話よね、ここにちょうど一眼があるんで。絶対一眼で撮った方が強いと思う、これ。F 値 2.5 ぐらいにして。
なんなら一眼で撮って、一眼の画面をみんなに見した方が綺麗まであるよ、これ。どうしても伝わらないからね。うわ、強ほら絶対、一眼の、あれ眩しくて伝わらないかな。一眼超強いよ、これ。相当強いね、一眼で撮ると。伝わらないな、光が反射しちゃって。相当一眼映えしちゃう子なんで、明日撮ってみるね。うん、相当強いと思う。液晶画面を暗くできたら見せれるんだろうけどなかなり強な感じでございますね。多分自然光だともっと綺麗だと思う。ということで、本日のライブこのぐらいにしたいと思います。一眼レフ初心者おすすめありますか？だって、むずいよね。私今まで3機種買ってるんだよね。キヤノンとオリンパスと、もう一個何やったっけ？出てこない。そして最終的にキヤノンにたどり着いた。機種によってね、色合いとかが違うもんで、すごい好みによって違うかも。でもなんだろうな、撮ってさ、スマホに入れたい時の色味って、売ってる売り場とかで確認できないからめっちゃむずいよね。とりあえず私はキヤノンの EOS キスシリーズを今は使っておりますって感じだよね。本当は3メーカーぐらい持ってる。一眼パワーすごいよ。楽しみにまたそちらもインスタに載せたいと思いますよ。とか、これ一眼じゃなくてミラーレスって言うんかな？私そこもいまいちよくわかってないねん。自分が持っとるやつが一眼なのかミラーレスなのか。それも分かってないけど、なぜか3台ぐらい買ってる。全部5万とかした。もったいない。1個猫好き姉にあげようと思ってる。ね、ということで、ありがとうございました。次回は月曜日の配信なのですが、土日暇やったらワンチャンゲリラするかもなでもワークショップの作品作ってるからあんま見せたくないのもあるしな。ワークショップじゃなくて景品用の作品作りだったら見せてもいいか、全然。気が向いたらゲリラもやるかもしれないという感じで、頭に入れておいてください。チラ見しながら耳だけ参加してくれてたって。ね、忙しい中見てくれてた方もありがとうございました。そしてアーカイブを見てくれてる方もありがとう。ということで、土日ね、めっちゃ寒くなるらしいで。ほんま？気をつけようね、春なのに。5万っていうかね、レンズが3万で、本体が4万、3万か4万か忘れたけど、レンズの方が高かった気がする。そういう感じだよね。高い単焦点レンズじゃないとダメなんだよね、作品撮影って。レンズの方が大事って感じ。でも知識ないのにあんま教えてもなって思ってる。ね、そんな感じでありがとうございました。土日寒いので体調気をつけていきましょうね。お疲れ様です。またね。バイバーイ。